しかし時には嫌われたとしても言うべきことは言うということがなければ本当に大事なことが伝わっていかないのではないかなとも思っています。はい、皆様こんにちは。法華経の話第75回です。今回は上不軽菩薩本第20についてお話をしていきます。上不軽菩薩本第20ですね。この章ではこの上不軽菩薩を中心として説法が展開されていきます。如来寿量本第16が説かれた後、法華経を行ずる功徳がいくつも示されてきました。一年信下や種随記、そして六根清浄などでしたね。それらの説法の中で行法などもところどころでは示されていたのですが、では実際にどのように法華経を行ずるのだろうかということに関してはあまり明確にはなっていなかったんです。この章ではその手本として上不軽菩薩の振る舞いが示されます。その上不軽菩薩の姿は法華経の大スペクタクルなそういった様子とは違いまして、実に素朴で実直な姿が示されます。そしてその振る舞いに法華経の真髄が収められていますし、また多くの人々に影響を与えることにもなります。では早速内容に入っていきましょう。まず冒頭、釈尊は聴衆たちに対して確認のために次のように仰せになられます。この法華経を誹謗する罪はとても重い。一方、法華経を従事する、信受する人の功徳は大変なものである。こう確認されるんですね。これは今まで何度も確認されてきたことでございました。そしてこの前提を踏まえた上で、釈尊は過去世を説かれていきます。はるか遠い昔に、イオン能仏という仏様がいらっしゃった。このイオン能仏は様々な人々に教えを説いた。このイオン能仏の寿命は大変な長命で到底数えることができない。その大変長い寿命の中で多くの生きる者たちに豊かな利益をもたらして、このイオン能仏は入滅をされた。そしてこのイオン能仏が入滅した後に消防時代が過ぎて増防時代に入ったと。こう説かれるんですね。ここで消防時代と増防時代が出てきました。以前にもこの話はしましたが、ちょっと復習をします。仏教にはいくつか時代区分をする考え方があるのですが、その一つが三時と呼ばれるものです。三時は消防時代、増防時代、それから末法時代と呼ばれるものです。消防時代は仏教の教えがよく保たれ、正しい修行によって確かな悟りが得られる時を言います。教えがあって、修行があって、悟りがある時代です。増防時代は教えや修行はありますが、悟りがなくなる時代。末法時代は教えのみがあり、修行や悟りはない時代とされます。学校の歴史の時間でも習ったと思いますが、仏教的には現代はこの末法時代という区分に入ると考えられています。この三時が過去世、はるか遠い昔にもあって、ここではイオン能仏が入滅した後、消防時代が過ぎ、増防時代となったとあります。その増防時代に増上慢の比丘の大勢力ありとありまして、まだ悟りを得てないのにすでに得たと思い高ぶっている、うぬぼれている比丘たち、修行者たちが大勢満ち溢れていたと示されているんですね。うぬぼれた修行者たちが溢れ返っていた。この増防時代にですね。そこに一人の菩薩が現れます。その時一人の菩薩の比丘あり、上不軽と名付く。その時一人の菩薩の比丘がいた。名を上不軽と言った。と釈尊は仰せです。そうですね。上不軽菩薩がここに現れるわけです。釈尊はここから上不軽菩薩がなぜ上不軽と呼ばれるのか、それを説明されていきます。この菩薩はどのような人々に対しても
その人の前で礼拝して、その人を褒めたたえ、次のようにその人に言うのである。ガージン教尿等、風漢教満、小医者が、尿等開業菩薩道、道徳サー仏と。我は深く何立ちを敬う。あえて狂慢せず。ゆえんはいかん。何立ちは皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することをうべし。私はあなたたちを深く敬います。決して軽蔑をしません。それはあなたたちが皆菩薩の教えを行じて仏になることができるからです。このように菩薩は人々に言い続けたので、上不教菩薩と読まれるのである。と釈尊は仰せになるんですね。この上不教菩薩の振る舞いを、単行礼拝、ただ礼拝を行ずと言います。上不教菩薩は、その他の修行者がするような一般的な修行をしないで、ただひたすらあなたを軽んじることはありません。あなたたちは皆仏になることができるのですからと、礼拝を行ずるのみだったわけです。その姿から、上不教、常に軽んじない人という意味での上不教菩薩という名前がついたと釈尊は仰せなんですね。ちなみに法華経の原点、サンスクリット語では、この上不教にいくつかの訳があるそうです。その中には、人々に常に軽蔑された人、常に軽んじられた人という意味もあるそうです。クマラジュはそれらのいくつかの訳から、この菩薩に対する敬意をもって、常に軽んじない人という意味での上不教菩薩という翻訳をされたわけでございます。実に妙訳だと思います。しかし現実にはこの上不教菩薩は人々から大変に軽んじられてしまうわけです。素朴で実直で、しかし考えられる中で最も素晴らしい行である礼拝行、単行礼拝をしているにもかかわらず、人々に軽んじられてしまうんですね。釈尊は次のように仰せです。このように礼拝行をされた人々の中には腹を立てる者もいて、聞くに耐えない言葉で足ざまに罵り、上不教菩薩に対して言うのである。この愚かな比上不教菩薩のことですね。この愚かな比はどこからやってきて、私はあなたを軽蔑しないなどと言い、あなたは必ず仏になるであろうと、私たちに成仏の保証を与えようとする。しかし私たちはこのような偽りの保証を信用することはできない。こういうふうに言うわけです。ひどいことですね。上不教菩薩は、ただあなたも仏になれますよと礼拝をしているだけです。しかし上不教菩薩に対してこのように言われた人たちは大変ひどいことを言い返すわけです。その言い返された上不教菩薩はこのように言われてもただただ耐え忍び、あなたたちは仏になれますよとこの単行礼拝を続けていくわけです。すると先ほど悪しき人々、大変悪しきことを言い返した人々は今度は上目画尺をもってこれを打着せば、今度は上不教菩薩に対して石や瓦を投げつけ、そして杖や木で打ちつけてきたというんですね。それでも上不教菩薩はその場から少し離れては単行礼拝を続けます。上不教菩薩は寿命が尽きるまでこのような迫害にも負けず単行礼拝を続けました。そしてその命が終えようとするとき、虚空の中より法華経の説法の声が聞こえ、上不教菩薩は六根清浄の功徳を得ます。そしてその功徳によって上不教菩薩は寿命を延ばし、その伸びた寿命が尽きるまで上不教菩薩は今度は法華経を説き続けたんだと。釈尊は仰せなんですね。上不教菩薩は単行礼拝をした結果、法華経に巡り合い、法華経から得た功徳で寿命を延ばし、その伸びた寿命を使って今度は法華経を説き続けたというわけです。そして多くの仏に巡り合い、上不教菩薩はついに仏になった。成仏したんだと釈尊は示されるんですね。では、上不教菩薩を軽んじた先ほどの人々はどうなったでしょうか。残念ながら、仕方ないことでしょうか。
彼らは修行者の身でありながら、行者を怒りと憎しみの心を持って軽んじ、癒しめたために。200億光に常に仏に合わず、法を聞かず、僧を見ず、戦後を阿鼻地獄において大苦悩を置くと。200億光という長い年月、常に仏にお会いせず、法を聞かず、僧を見ず、戦後もの長い間、阿鼻地獄において大きな苦悩を受けたのである。地獄の苦しみを味わうことになったんですね。そして、その罪をすべて償い終わったとき、これを五罪必地と言いますが、彼らは上不教菩薩の教家の場に巡り合うことができたと釈尊は示されるんですね。彼らは地獄の苦しみを味わうわけですが、上不教菩薩が仏縁を先に結んでいてくれたために、その罪を償い終わった後、成仏への道と立ち戻ることができたわけです。釈尊は、この過去世の上不教菩薩は、今の私、釈尊である。つまり、釈尊の過去世のことを説いていたんですね。そして、上不教菩薩を誹謗した人々、その人々が罪を償い終えて、また上不教菩薩の教家の場に巡り会えた。この人々こそ、今、私釈尊の説法を聴聞している聴衆たち、君たちなのだよと示されるんですね。そして、ここまでの内容を下をもって示されまして、上不教菩薩本第20は終わります。この上不教菩薩を誹謗した人々は、誹謗した罪を償わなければいけなかったんですね。しかし、その上不教菩薩が先に仏縁を結んでくれていたおかげで、またこの彼らは法華経の説法の絵座に巡り合うことができました。これを逆縁と言います。これは私たちの人生の中でも、こういうことはあると思いますが、自分の振る舞いなどに親や先生、先輩たちからいろいろ助言をもらったりして、それに対してその時は意味がわからないから憎まれ口を叩いたりするっていうようなことがあるわけです。反抗したりするわけですね。助言の意味もわからず、年月を経まして、いろいろと苦労して、経験をして、そして助言をしてくれた、あの時助言してくれたことの意味がようやくわかることがあります。あの時こんなに大切なことを言ってくれていたんだと気づくんですね。そういう経験が皆様にも少なからずあるのではないかなと思います。そしてそれはやっぱり先に言ってもらっていたからこそ後に気づくこともできることだったわけですね。もし先に誰かがそのことを言ってくれていなかったら後になって私たちは気づくこともないわけです。現代はいろいろと難しい時代になりまして、世代間がお互いに腫れ物を触るような関係性になってきています。ですからもしかしたらこういう経験も少なくなってきてしまっているのかなとも思うんですね。そうだとするととても悲しいことだと思います。もちろん言い方や助言の仕方は気をつけなければなりません。前時代的な暴力を使ったようなそういった言い方は何も生み出さないわけです。しかし時には嫌われたとしても言うべきことは言うということがなければ本当に大事なことが伝わっていかないのではないかなとも思っています。上不教菩薩は人々に単行礼拝をし続けたんですね。それは人々がうぬぼれてしまって仏教を修行している人たちなのに仏になろうとすることをしなくなってしまった。そういった状況だったわけです。そういう人たちにもう一度思い出しなさい。あなたたちは仏になれるんですよと語り続けたわけですね。ところが言われた方は自分なりに悟ったようなところがありますから、上不教菩薩の言うことはうぬぼれている自分たちにはある意味痛いところを突かれるようなそういったことがあったんだろうと思います。ですから反抗する、批判する、悪口を言う、暴力を振るう、そういうことまでするわけですね。そしてその結果この人たちは長い間迷い続けるわけです。まるで地獄の苦しみのような、大変な苦しみです。しかし上不教菩薩が示してくれた成仏ということ、結んでくれた縁によって後に彼らは真の道に立ち戻ることができたわけです。この上不教菩薩の振る舞いこそ法華経の行であると釈尊は示してくれました。
法華経はここまで何度となく仏になるということを思い出しなさい。誰でも仏になれるのだから、そのことをまずは信じなければいけないとこう説いてきました。それを見事に体現し、行として表してくれたのが上不軽菩薩であったわけです。上不軽菩薩の誕生礼拝は決して押し付けがましいものではありません。こうでなければならないと説教するわけでもないんです。ただ、あなたも仏になれるのだからと呼びかけるだけなんですね。そこに法華経の真髄が示されていると思います。鎌倉時代にこの法華経を説き示した日蓮大聖人も、自分はこの上不軽菩薩のあり方を引き継ぐものであるとたびたびに示されています。歴史の教科書で学ぶ日蓮という人物は、一種非常に攻撃的なようなイメージで示されるんですね。しかし、実際の日蓮大聖人は決して暴力的な手段に出るわけでもなく、ある意味、上不軽菩薩のように迫害を耐え忍びながら、ただひたすらに法華経の教えを広めていった方でございました。そういった日蓮大聖人の実像が少しでも広まってほしいなとも思っています。それからこの章をお話しする上でもう一人欠かせない人物がいます。それが宮沢賢治さんです。雨にも負けずは、というより宮沢賢治の人生にこの上不軽菩薩は大きく影響を与えたことと思います。賢治さんを語るのはとても難しいです。賢治さんの残された作品に皆様それぞれの解釈があるように、賢治さんの人生そのものも受け取る人によって多分大きく違うのではないかなと思うんです。先日、賢治さんと高村光太郎のエピソードを読みましたが、高村光太郎は賢治さんのことを意外なほど背が高く、がっちりしていて、とても元気であったというようなことを語っていました。その他のエピソードにもとてもひょうきんなところもあって、皆を元気にさせるような人であったとありました。一方でとても繊細で多くのことに涙を流す、そんな賢治さんもいらっしゃいます。どの場面にも通底する不器用で、しかし一途な何かを持ち続けていたとも思います。雨にも負けずでは、賢治さんが理想とするいろいろな姿が示されます。しかし賢治さんは決してその姿を押し付けず、そういうものに私はなりたいと残されました。それは上不軽菩薩があなたも仏になれるんですよと、これを押し付けもせず、それだけを伝え続けたその姿にとても重なると私は思います。上手に読めるかわかりませんが、今回はこの雨にも負けずを朗読させていただいて終わりたいと思います。雨にも負けず、宮沢賢治。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずに、よく見聞きし分かり、そして忘れず、野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたい。南妙法蓮華経、南無多宝如来、南無釈迦牟尼仏、南無上行菩薩、南無上行菩薩、南無無辺行菩薩、南無安立行菩薩。以上、本日はこれまでです。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。